こんにちは、ナピです。今回はディズニーミニチュアフード7号の2日目、前回作ったピグレットのパン、これに焼き色をつけていくところからになります。まずは黄土色から。黄土色はこんな感じに塗れました。結構適当次は赤茶。やばい、あんまり焼き色をつけすぎると焼き豚になってしまうちょっとピンクが残っててほしいから。今度はベビーパウダーと白い絵の具。こんな感じになりました。前回いろんなボンドで描いたこの顔、この2点のこれは木工用とかクラフト系とか、布がメインっていうわけじゃなくて布もつきますっていうボンドなんですけど、このボンドはねすごいベタつくんです。こうやって動かせるぐらい。こっちもまあちょっとベタついてるかなって。この布用って言われてるこの手芸用ボンド、これは結構サラサラなんですよ。で一番サラサラなのはこのダイソー。これ全然ベタつきがなくて、でも全くもってこうレジンみたいなプラスチックになるかと言われるとそうでもないと思うんですよね。こっちが浜中で、こっちがダイソーのボンドを丸く絞って固めてみたんですけど、なんかねグルーガンあんなイメージですね。爪は立てられる。貼る前にこの顔のパーツツヤなしにするために絵の具を化粧用スポンジで叩いちゃいます。これをこうしてちょっとマットにさせる工程、私結構好きなんです。なんかこだわりを感じるっていうかめんどくさい人はこれ省きたいってなって省いちゃっていいと思うんですけど、なんか絵の具を塗ったらさっきサラサラだったのがちょっとベタつきは出ますね。アクリル絵の具だからね。これを見ながらって言うんですけど、私ちょっとわかんないから、これ目打ちでさ鼻の頂点のところを印つけてそれで貼ったらどうだろう。なんか剥がした感じあんまり伸びなくていいかも。前回プーさんの時ビロビロに伸びて私大変なことになったから。これでいいね。まずはこの木工用のパワーエース、これを剥がしてみたいと思います。伸びますねベタつきがあったし伸びちゃうんで、これはね貼りにくいやつです。あとこっちのクラフト小町、これも伸びちゃう。次
これが一番なんじゃないって思ってる浜中のボンド。これなら伸びないんだと思うんですよ。ほら、剥がれる。剥がれる。布用ボンドなら伸びにくいんだね。絶対伸びないってわけじゃないです。こうやって一応伸びる。私的にダイソーのボンドもいいんじゃないって思ったんですよ。ほら、これも結構伸びない。パリッと取れる。伸ばそうと思えば伸びます。私わざわざこれ買っちゃったんですけど、持ってたこれで済んだみたい。なんだ。まずは浜中のボンドで書いたのをつけていきます。手芸用接着剤最初から使えばよかった。木工用ボンドでも布がつくからいいじゃんとか思ってたんですけど、全然違かった。でもボンドがつくと伸びやすくなっちゃうから、ちょっと口は貼るの難しいところはあるかもね。はい、ピグレット一つ完成。顔の方にボンド塗ってからの方がやりやすいね。はい、完成しました。ピグレットのパン。今回は手芸用ボンドを使ったので、プーさんの時より全然貼りやすかった。でもあんまり貼りやすかったとか言っちゃうと、こんなちっちゃいの貼れないですよって人はいると思うちっちゃさです。でも顔の方にね、先ボンドを塗れば口以外は貼ることはできると思うので、口だけはちょっと伸びやすいから気をつけながらになっちゃうんですけど、最後付属のお皿にこの薄紙を敷いてみようか。こういうことかな。次回号の予告、10月15日発売の8号アリスのバラの木のケーキ1番、9号と8号でこのバラの木のケーキが完成になると思います。また転写シートと粘土、この木の幹になるところの棒が入ってるのかな。バラ柄の小皿付きだって。いかがでしたでしょうか。今回はディズニードールハウスの中に入れるところはちょっとなしで、
アリスの部屋のとこのオーブンだけちょっと持ってきてみました。プーさんのパンより結構小ぶりでした。だから今回はミニチュアサイズは作ってないです。ボンドの比較ができたのでよかった。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。